ある日、よしおの支店に、女子社員が一人、移動してきた。よしおは、その女子社員の顔を、知っていた。彼女は、よしおとは同期入社で、5年前の新入社員研修の時、一緒だった。よしおはその時、彼女とほんの少し、言葉を交わしたことを、覚えているが、何を話したかは、覚えていない。新入社員研修でのよしおは、緊張していたし、それに彼女に、近づきがたさを感じていた。彼女は美人だった。美人は競争率が高い。競争率が高いということが、よしおは苦手だった。あれ以来、彼女と、口を聞いたことはない。この5年間で、彼女を何度か、見かけたことがあった。研修や他の職場に用事があったとき、本部に顔を出したとき、彼女が偶然、そこにいるのを、見かけたり、不意に、すれ違ったりしたことがある。しかし、言葉を交わさなかった。よしおの支店は、横浜にあって、これまで、4人の正社員と、パート1人の、計5人がいた。他に、本部を含めて、6つの拠点がある。よしおの支店の正社員は、皆男性で、パート1人は、年配の女性だった。男の多い職場に、突然現れた。同年代の異性は、よしおには、やはり気になった。毎日、顔を合わせていると、彼女が見かけがいいだけでは、ないことも分かった。真面目だし、仕事の覚えもいい。人当たりも良かった。よしおは好感を持った。よしおは男だ。だから、女に興味がある。もし相手が男なら、真面目で。人当たりが良くて、見かけが良くても、どうということはない。しかし、彼女のような女性だと、そうはいかない。惹かれてしまうのだ。相手が女だというだけで。彼女のちょっとした仕草や、何気ない表情や、そんなことが、妙に気になってしまう。考えてみると、不思議だった。しかしそこは、職場だった。職場の同僚に、
妙な態度を取るわけにはいかない。それに、彼女を放っておかない男は、大勢いるに違いなかった。自分が彼女の相手になれるはずもない。よしおはそう思った。大学生の頃、よしおにもガールフレンドがいたことがあった。よしおと同学年の女学生だった。彼女をバイクの後ろに乗せたことも何度かある。ある時、彼女が言った。女ってね、気になるんだ。自分の彼氏の将来の年収のこととか。女だけではない。誰だっていい生活を送りたいし、未来に希望を持ちたい。しかし、よしおは自分の将来に不安を感じていた。大学を卒業した後、自分が社会でやっていけるのか、自信がなかった。やがて彼女は、よしおから離れていった。失恋というほどなものではない。彼女は、よしおの恋人ではない。友達だった。しかし、よしおは知った。これも競争なのだ。そしてよしおは、競争は苦手だと思った。これまで、ずっと、親の期待には、応えられなかったことを思った。受験勉強は、競争だった。そしてよしおには、手も足も出なかった。ある日、支店長に言われた。おい中島、大宮の支店で、棚卸しやるそうだから。お前、応援に行ってこい。棚卸しの応援となれば、一日仕事だ。よしおも、仕事を抱えていて、一日潰れるのは、痛かった。しかし、業務命令となれば、仕方がない。翌日よしおは、大宮の現場に出向いた。大宮での応援が終わると、そこにいた、同年代の顔見知りの男に、声をかけられた。応援を要請した職場の誰かが、応援者を軽く飲みに誘うのは、いわば、よしおの会社の社交辞令のようなもので、恒例になっていた。早く帰りたい、とも思ったが、せっかくの誘いを無下に断るのは、まずかった。相手にも、そして自分にも、立場がある。よしおは付き合った。
その顔見知りとよしおは、近くの焼き鳥屋に落ち着いた。そして、焼き鳥を頬張りながら、ビールを飲み、互いの近況などを話した。その顔見知りは、最近、よしおの支店に異動になった。女子社員のことを知っていた。お前のところに、根岸陽子が言ったろ。と、その男が言った。ああ、来てるよ。と、よしおは答えた。どうしてる？うん、元気だよ。一生懸命やってる。そうか、それならよかった。この男も、彼女に思いを寄せている口なのかもしれない。と、よしおは想像した。今のよしおには、根岸陽子に惹かれる。男たちの気持ちがわかる。しかし、あいにくよしおも、彼女について、大したことを知っているわけではない。何も話してやることはできない。よしおは根岸陽子についてちょっとした疑問を持っていた。よしおはふとそれをこの男にぶつけてみようかという気になった。話の種くらいにはなるかもしれない。よしおは言った。根岸ってどうして俺の職場に来たんだろう。どうしてって。だって俺のところじゃまるで吐きだめにつるって感じだろ。あいつならもっと大きい職場が欲しがるんじゃないか。顔見知りが言った。噂、知らないのか。噂って。顔見知りは少し黙った。どうしたんだよ。と、よしおが言うと。あいつが新橋支店にいた頃。あそこの支店長の奥さんが突然事務所に乗り込んできて。あいつをひっぱたいたらしいんだ。なんでまた。さあな、でも想像するとしたら不倫しかないだろ。突然、不倫という言葉が出て。よしおは何を言っていいのかわからなくなった。これまでよしおにとって不倫というのはテレビや雑誌に出てくる話題でしかなかった。それ本当なのかとよしおは言った。その支店長の奥さんが
根岸をひっぱたいたっていうのは。本当だよ。しかし、不倫については。今のところ、憶測でしかない。会社内で、それについて。確認した者はいない。顔見知りは、こんな話をした。会社に、社員の妻が押しかけてきて、暴力を振るった以上、会社としても、事実関係を、確認しなければならなかった。しかし、問題の支店長は、その日以来、会社に来ていない。そして陽子に真偽を問いただすのは、セクハラという問題にもなりかねず、会社としては躊躇していた。吉尾は尋ねた。その支店長。なんで会社に来ていないんだ。うつ病なんだってさ、結構ひどくて。今、どこかの病院に入院しているらしい。いろいろと噂があった。そして、その噂が、根岸陽子にとって問題だった。噂では、その支店長がうつ病で入院したのは、陽子が原因だ。ということになっていた。不倫関係に陥った支店長は、陽子と手を切ろうとしたが、叶わず。やがて追い詰められて、うつ状態に陥った。それが、きっかけとなって、奥さんに不倫が発覚した。うつ病になった支店長からも、陽子からも、事実関係を確認できていないことは、皆が知っていた。しかし、情報源がもう一つある。うつ病になった支店長の奥さんだ。もし、社内の誰かが、その支店長の奥さんの知り合いで、その話がそこから出たものであれば、その噂にも信憑性が全くないわけではないことになってしまう。顔見知りの男が言った。あいつ、今、会社中の女たちに、村八分扱いされてるらしいよ。それで、行くところがなくて。お前のところに、行くことになったのさ。お前のところには、女がいなかったからな。なんで、女たちに。あいつ、ある種の女には、妬まれるタイプみたいなんだ。ある種の女って、人が周りに迷惑をかけるのを許せない女。
自分は他人に迷惑なんかかけたことはないと思っている女。そういう女から見れば、いい女っていうのは、いるだけで迷惑なんだ。煽ってるのは一部なんだろうけど、あいつのこと、人食い女なんていうやつも、いるんだよ。その噂、ほんとかな。さあな。よしおの職場に、陽子がやってきて。かれこれ、2週間が、経とうとしていた。2週間の間、陽子に暗さはなかった。よしおは、陽子がそんな状況に置かれていたとは、思いもよらなかった。その帰り道、よしおは、電車のつり革につかまって、窓の外で移り変わる。夜の風景を見ていた。頭には、先ほど、顔見知りの男から聞いた。陽子の噂のことがあった。よしおは、あることに気づいた。もし自分が、陽子を避けるような態度を取れば、陽子はそれを、例の噂が原因と、考えるかもしれないのだ。そしてよしおは、これまで、どちらかといえば、陽子を避けていた。彼女に対する自分の関心。よしおはそれを悟られたくなかった。どうせ望みはないと思ったし、傷つきたくなかった。だから、なるべく、そっけない態度を装って、ドライに付き合いたかった。しかし、そこを考え直さないと、陽子を傷つけてしまうかもしれないのだ。翌日、戻ったよしおが仕事をしていると、陽子がよしおに尋ねた。中島さん、丸川製作所のカタログって、どこかにありますか？聞いたことのない会社だった。そこで、ポータブル発電機を作ってるみたいなんだけど、支店長から見積もり作っとけって言われて、支店長がそう言うのなら、どこかにカタログがあるはずだった。書棚では見かけたことがないから。多分、倉庫にあるのかもしれない。あるとしたら、倉庫にあるんじゃないかな。と、よしおは答えた。
わかりました。探してみます。ありがとう。陽子は倉庫に向かった。よしおは思った。この視点に来たばかりの陽子が、倉庫のどこに何があるか、わかるだろうか。よしおは慌てて陽子を追った。根岸さん、ちょっと待って。俺も行くよ。と、よしおは声をかけた。再生リスト5に続きます。